うわ、見て、カリカリ。皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、何かと最近流行っているライスペーパーを表面はね、カリッカリで香ばしく、中はもっちもちに仕上げたピザ風の焼きライスペーパーの作り方を紹介させていただきます。これがね、おやつ感覚でも食べれますし、おつまみとしてもマジで抜群。そして今回は、ある必殺技を使って、ライスペーパーも破れずに、フライパンにもひっつかずに、綺麗に焼き上げる、まず失敗しない方法を紹介しますんで、ぜひ動画で確認して作ってみてください。これガチやばいっす。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。まず具材から切り分けていきます。椎茸は適当に薄くスライスしてください。はい、こんな感じで OK です。そしてピーマンも種を取り除いて、はい、適当にスライスしちゃいます。まあ、細切りでいいですかね。こんな感じね。具材はお好みのもので OK なんでね。いろいろアレンジしてください。よし！材料は以上です。はい、お次はベーコン。これはね、もう1センチぐらいで適当にポンポンと切っとくだけで OK です。はい、具材の準備はこれで OK。はい、次はね、たっぷりのお水を用意してください。そこにライスペーパーをドボッとつける。だいたいね、30秒ぐらいつけると軽く柔らかくなるので、ライスペーパーを水につけて柔らかくしちゃいます。はい、そして今回はクッキングシートを用意してください。フライパンで焼き上げるんですが、ひっついて焼きにくいっていう方がね、結構たくさんいはったので、今回はクッキングシートを使っていきます。はい、30秒ほどつけたライスペーパーをクッキングシートの上に広げて乗せてください。これでね、ひっつかなくなりますんで。そして、同じ要領で、まず3枚、ふにゃっと柔らかく戻したライスペーパーを重ねちゃいます。はい、2枚目ね。できるだけ同じように、はい、こんな感じで重ねてください。まず3枚重ねね。これでね、ライスペーパーの生地に厚みができるんで、もっちもちになっちゃいます。はい、こんな感じでね、ちょっと見にくいですけど、今、ライスペーパーを3枚重ねました。そしたら、ここに具材を広げて盛り付けていくんですが、ライスペーパーの周りね、まあ1センチから1.5センチぐらい開けといてください。そして、はい、ケチャップビュビュビューっと適当に広げちゃいましょう。今回ね、ケチャップと、はい、ブラックペッパー。で、チーズの旨味で食べるんで。はい、適当に広げる。もうこれ大体で OK です。そして、先ほど切り分けておいた具材。こちらも適当に広げて、乗してください。このね、ライスペーパーの縁だけ1センチから1.5センチほど開けといてください。はい、ということでね、ピーマンや椎茸、ベーコン、切り分けておいた具材を適当に散らしましょう。はい、パラパラっと。この辺はね、マジ適当で、こんな感じでね、とりあえず、ライスペーパーの上に広げて具材をセットしてくださいと。はい、具材をトッピングしたら、お次はチーズ。はい、これもね、好きなだけ。結構たっぷりあると美味しいんで、適当に広げて乗せます。まあこんなもんでいいかな。はい、具材とね、チーズを広げて、ライスペーパーに乗せたら OK。ここまでできたら、再びライスペーパーを1枚ずつ水で戻しつつ、この上にね、また3枚重ねにして、ピタッとね、挟み込んでください。はい、柔らかくしたライスペーパーで挟み込む。これでね、この縁に少し空間を作っといたので、しっかりと押さえつけるとね、ピチッと密着しますんで、はい、こんな感じでライスペーパーを3枚重ねにして、しっかりと挟み込んでください。大変や。中に黒胡椒振ろうと思ってたのに忘れましたわ。この辺にいっときますか。まあ、本来ならばこの具材の上に黒胡椒を振りかけてください。今回ちょっと忘れちゃったんで、まあいいでしょう。はい、そして最後の1枚を重ねる。これで準備完了。これね、こう端っこの方をきれいに押さえつけて、ピタッとひっつけといてください。よし。そしたらこちら、クッキングシートごと持ち上げて、フライパンに乗せちゃいます。
はい、こんな感じでね、クッキングシートごとフライパンにセットします。この状態で加熱してください。火力は、弱火から中火の間ぐらいかな。中火にちょっと近いぐらいの弱火にしてください。そしてこのままじっくりと焼いて、ライスペーパーのね、裏側がカリッと香ばしくなるように焼き上げていきます。ほんとね、もちろんフライパン直でやってもいいんですけど、そうするとライスペーパーが破けたり、もうフライパンにひっついてどうにもならないっていうね、声が多かったので、このクッキングシート作戦めちゃくちゃ便利なんでやってみてください。しかもね、クッキングシートの端を持ち上げたらすぐに裏側確認できるので、このままじっくり焼いていきます。はいよ、だいたいね、5分ぐらいゆっくり焼くと、これ持ち上げたらわかるんですけど、香ばしく焼けてきますので、ひっくり返していきます。このままね、お皿やまな板などにクッキングシートごと引き上げてください。はいよ、だいたいね、5分ぐらいゆっくり焼くと、これ持ち上げたらわかるんですけど、香ばしく焼けてきますので、ひっくり返していきます。このままね、お皿やまな板などにクッキングシートごと引き上げてください。はい、こんな感じでね、クッキングシートごと持ち上げて引き上げる。そして、ゆっくり弱火で裏面がね、カリッと香ばしくなるまで焼くと、ほら、簡単に剥がれちゃいます。なので、はい、裏向けてください。見て、カリカリ。ほら。そしたら再びフライパンに戻して、裏側も同様にカリッと香ばしく焼き上げます。じゃあ裏面もね、先ほどと同様、中火に近いぐらいの弱火で、じっくりとカリッと香ばしくなるまで焼き上げてください。今回はね、フライパンが結構もう熱くなってるので、さっきよりは短い時間で焼き上がると思います。ほんとね、クッキングシートを使えば、ひっつかずに綺麗に焼き上げることができるんでね、めっちゃこの作戦おすすめ。あいよー、裏面もね、カリッと香ばしく焼けたら OK です。そしたら、このクッキングシートを引き抜いてください。もう簡単に引き抜けますんで、ほら。そしてね、焼いてる途中ちょっと膨らんできますけど、気にせず焼いてください。フライパンから引き上げたらね、ピューッとしぼんで、いい感じにひっつきます。あとは食べやすい大きさに切り分けて、盛り付けちゃいましょう。はい、ぐいぐいっと。ほら、パリパリって言っとる。押さえつけるような感じで切るといいと思います。完成しました。マジで表面はカリッと香ばしく、ライスペーパーを3枚重ねにしてるので、中はもっちもちでやばいピザ風焼きライスペーパー。これマジで美味しいしね、食感や風味も抜群なんで、ぜひ作ってみてください。それでは、キュームポーチャだきます。うまっ。ライスペーパーの表面がカリッカリで香ばしく3枚重ねにしたことで、中のライスペーパーもっちもち。めちゃくちゃうまい。いやもうこれ完全にピザやわ。うますぎる。ほんとね、今回のようにクッキングシートを使ってじっくり焼き上げることで、まず失敗せずに綺麗に焼き上げることができます。フライパン直で焼いちゃうと、どうしてもね、油とか敷いて焼かないとダメですし、この油を敷いて焼くことでライスペーパーが破けて中の具材がね飛び出たり、ライスペーパーねもっちもちでひっつきやすいんで、フライパンにピタッとひっついて剥がれないっていうことが結構起こったりするんで、今回のようにね綺麗に焼き上げるためにクッキングシートを使っちゃいましょう。いやこれマジでやばい。おやつ感覚でもパクパクいけますしね、これつまみとしても最高なんでね。早速いっちゃおう。はい、ということで今日も乾杯。うまい。めっちゃビールに合うわ。これもう手でつまんだ方が食べやすいかな。いやマジでね、中から美味しさがじわーっと溢れて、チーズやベーコンの旨味も効いてるんで止まらん。このライスペーパーの食感と風味がガチやばい。めっちゃビール進む。そして今回のポイントとしましては、とりあえずライスペーパーを3枚重ねにして食感を出す。これで食べ応えも出ます。そして具材を盛り付けるときに周り1センチぐらいに開けといてください。
そうすることでライスペーパーを重ねた時にピタッとひっついて、中の具材をね蒸し焼きのような状態にしてしっかり火を通すことができるんで、しかも具材もね飛び出ずに綺麗に焼き上げられる。うまっ。いやこれマジで中の具材をいろいろ変えたらいろんなアレンジが楽しめるんで、この方法めっちゃおすすめ。このライスペーパーをね重ねるのが食感が良くなり風味を抜群に仕上げるポイントなんで、ぜひやってみてください。うまいわこれ。マジでライスペーパーカリッカリともっちもちが融合して止まらん。こうやったらねお子様とかも喜ぶと思いますし、見た目もちょっとね何これっていうインパクトがあるんでおすすめです。うますぎ。